こんにちは、アンナスです。今日は、このスカートのここですね。ここをちょっと紹介しようと思います。これ実は、ペンキをこぼしたんですね。なんか思いつきでペンキを塗っちゃうので、それでこぼしてしまって、で上からちゃんと拭いたんですけど、やっぱ綺麗に取れなかったので、ちょっと上から刺繍をしてみました。そしたらなんかこういう装飾なのかなみたいな感じになって、もうちょっといろんなところにやってもいいかもしれないですけども、ここだけにしてます。なのでなんかこういうちょっと汚れたところの上から刺すみたいな風にも使えるんで、これの説明をしようかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、ではちょっとまず私がこれやったやつから見てもらおうかなと思うんですけど、こんな感じです。多分画面には映ってないと思うんですけど、結構肉眼で見るとこの辺に黄色のペンキの薄い感じであるんですね。で、その上にザクザクと、ブランケットステッチを丸くして、もう丸のサイズも適当な感じでランダムに6本取りで刺してます。で、もうこれね、何回も来ているんで、もう20回ぐらいは洗濯してるんですけど、結構こんな感じで大丈夫です。で、たまに私引っ掛けるんですよね、こういうとこ。で、ビーって引っ掛けると、なんか糸が今も引っ張られてぐちゃってなるんですけど、なんかこれ、洗濯すると戻るんですよ。なんか均等に、なんかわかんない。なんでかわかんないですけど、水に濡らして、これ、糸割と続きでやってるんですけど、なので、ちょっとぐらい、裏はね、結構わかりやすいですね。黄色のペンキ。ね、こんな感じで結構続きでやっているので、なので、糸がつながってるんですけど、結構大丈夫なんです。だからもうガンガン洗濯できます。ということでちょっとこれのやり方を説明します。まずこの本をちょっと紹介します。ワードローブを彩るアンナスの刺繍教室の本の中にも同じものをやってるんですけど、これはモチーフとしてちゃんと図案も載せていて、でこのブランケットステッチの放射状に丸く刺すバージョンでお花みたいにしましょうみたいなページなんですね。なのでちゃんとこうやってきっちり場所決めて刺繍するっていうのも全然可愛いと思います。なんですけどさっきの私の服みたいな感じでやるっていうのも OK です。で、やるときちょっとやり方だけ説明します。なんかさっきのも白で、私の服も白でやってたんですけど、玉留めで始めて、そしてもういきなり何もないところにやっていいです。私の服は実は何ももうフリーハンドでやったんですけど、やっぱちょっと心配な方はなんかこの辺りにこんな感じでやろうみたいな、見えてないかな、チャコペンで丸とか書いてもらって、で中心もう図案はね丸と点だけでいいんです。そしてやり方ですね。まず外側の丸のところから針を出します。で、玉留めしてるので玉留め刺しちゃわないようにちょっと指で支えておいて、でこっちも指で支えておいて中心に針を刺します。で、さっき針を出したところの少し隣に針を出す。もう針の刺し方はこの動きしかないんですね。で、糸をかけて上に引っ張る。こうすると逆の L 字になります。で、またさっきと同じぐらいの幅で針はこの動き、中心と線の上をこうやって刺して、でこれを繰り返していきます。
これ半分で終わらせると半円になるんで、半円でやりたい方は半円で止めてこういう感じになりますね。で丸にしたい方はこれで丸くしていきます。で、最後ですね。最後こういう状態で残ります。あと一目でいけるかなってなりますね。そうなったらこの穴と一番最初に出したここのほぼ同じところに針を出して、で L 字にかける。でギュッと引っ張って、でこれをこの L 字の外側に刺すと、ちょっと糸がぐにゅっとなってしまった。これで出来上がりです。ちょっと糸調整しますね。はい、これで、留めのステッチがちょっと、見えるといえば見えるんですけど、分かんなくなるんで、近場をやっていきます。なので続き、こっちするとしたら、この近くあんま遠いところにやりたい場合だったら、ちょっと一回玉留めしたりして糸を終わらせて、でまた新たに始めるといいんですけど、これぐらい近いところだったらこのまま続きでやってもらって大丈夫です。で、この時に穴がだんだん大きくなるんですよね。これ下が透けてるの分かります結構この同じ穴に刺すんで、もう何て言うんですかね、布を割って、もう布の縦糸と横糸がもう全部避けられて、ここ穴開いてるんですけど、これで OK です。これがほつれてきたり、なんかぐちゃぐちゃになったりとかしないので、だから同じ穴にどんどん刺していってください。それで大丈夫です。こういう感じですね。なのでこれでもうたくさん作っていただくといいかなと思います。私この服以外に、ブラウス、白いブラウスになんか食べこぼし、ケチャップかなんか食べこぼしたやつを上からブランケットステッチだから白に白でやって、もうなんかよく見ないと分かんないなぐらいの感じでやりました。でもこうやってわざとこういう色をつけても面白いと思いますし、もういろいろアレンジ次第でいくらでもなんか違う刺繍になるんで、これはねとっても楽しいので、もし汚したらあって思わずに、刺繍できるなラッキーぐらいの感じで過ごしてもらうといいんじゃないかなと思います。というわけでぜひ楽しんでみてください。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。